皆さんごきげんよう、上川カールです。今回取り上げる話題はウクライナ情勢です。地上波のニュース報道においては、細かな点については報道してくれなくなりました。しかし、国連常任理事国による他国への侵略という歴史の教科書にも載るような出来事です。始まりと終わりだけではなく、その途中において何が起こったかも、ぜひとも知っていってください。ロシアによるウクライナへの侵略、抵抗するウクライナ軍の戦いは、陸で空でと激戦が繰り広げられています。こちらの地図は戦争研究所の発表しているものに私が情報を書き加えたものです。赤く色が塗られている部分がロシア軍が占領しているウクライナ領、水色の部分がウクライナ軍が制圧しているロシア領です。クルスク州においてはウクライナ軍が制圧地から追い出されることもなく駐留を行っています。一方でウクライナの東部戦線においてはロシア軍の攻勢が続いており、占領地域が拡大していることからゼレンスキー政権に対する批判の声も上がっています。一方で遠距離攻撃戦においてはロシア軍がウクライナの一般市民が住む集合住宅などに対する攻撃を繰り返しており、市民の犠牲が増え続けています。これに対してウクライナ軍は、ロシアの石油精製所やガスの配給センター、また火力発電所などに対する攻撃を行いました。ロシア側は、ウクライナ軍の攻撃は過去最大規模だったと発表しています。首都モスクワ近郊に対する攻撃は、ちょっと後にして、まずはこれまでに行われた攻撃、ロストフに対する攻撃の結果として石油の備蓄タンクが燃え続けています。もはや消火する気配は全くなく、ただひたすらに燃え尽きるのを待っているような状態です。せっかくロシア正教会の聖職者たちに神のご加護をお祈りしてもらったというのに何の効果もなかったようです。こちらは衛星から捉えた写真。火災を起こしているのは黒い煙の下、タンクおよそ4つか5つかといったところでしょう。残念ながら施設の大半のタンクは炎には炙られてはいるものの火災は起こしてはいないようです。追加の攻撃が必要でしょう。続いて今回大きく目立ったのはモスクワの近郊に対するドローン攻撃です。こちらの写真は火力発電所です。ロシアには原発も多いのですが、その他のガスや石油の火力発電所もあります。ロシアは資源国であり、石油、天然ガス、ウラン、発電に使うエネルギー資源には事欠かないことから発電施設もいくつもあります。それらは全国各地にあるわけですが、あえて首都近郊を狙ったのは、モスクワ市民に対する揺さぶりをかける政治的な意図もあると思われます。今回攻撃を受けたこのコボ発電所はロシアで8番目に大きい火力発電所だそうです。この日は発電所とガスの配給センターが炎上し、これはクレムリンから北西120キロとそんなに遠い場所ではありません。さらにモスクワから見た場合、もっと近いところに対する攻撃も行われました。こちらの写真はモスクワ近郊にある石油の精製所です。この施設に到達したドローンは1機だと見られていますが、それでもドローンが直撃し、火災を起こしているのは明らかです。ロシアの当局としては、ウクライナ軍の攻撃、今回は158機、そのうち全機を撃墜したと発表しているのですが、映像を見る限り全くのデタラメでしょう。この石油精製所、クレムリンから見た場合、わずか16キロの距離です。ウクライナ軍はモスクワを狙わないと思い込んでいたのかもしれません。なお、クレムリンの宮殿には対空ミサイル兵器が配置されているそうです。その他、プーチン大統領の自分の家にも防空部隊は張り付いているそうです。ドローンの行方を見て、クレムリンやプーチンの家を狙っていないと見るや、ドローンを撃墜しなかったのかもしれません。何にしても、ロシアの考え方としては、守りを固めるといった感じではなく、とにかくひたすら攻撃に軸足を置いているようです。次にクルスク戦役について、ウクライナ軍の目立った攻撃もなく、一方においてロシア側もウクライナ軍に対する主だった攻撃はなかったと報告されています。双方ともに小競り合いに終わり、大規模な戦闘は発生しなかったようです。ただし、大規模ではないにしても、攻防それ自体は繰り広げられています。この制圧地域の西側、セーム川にかかっている橋を落とし、その南側地域におけるロシア軍が孤立しています。この部隊に対する補給路を取り戻すために、ロシア軍は何とか浮き橋を用意したり、仮設橋を建設しようとしたりするなど、ウクライナ軍にセーム川南側を取られないようにと努力を
重ねています。現在、ロシア軍3000人程度が孤立しているセーム川南側の地域、広さにして東京23区よりも少し広いぐらいです。これだけの地域見捨てるわけにはいかないという判断でしょう。ロシア軍は何とか補給路を取り戻そうとしていますが、国境からもそれほど遠くない場所のため、橋を架けようとすればその都度、ウクライナ軍の攻撃を受け続けています。こちらの映像は、まずはもともと橋があったところを、ウクライナ軍が空爆し、橋桁を落としました。そこに臨時の仮設橋を作ろうとしたロシア軍、一時は橋を渡れるようにしたようなのですが、その後攻撃を受け、再び使用できなくなっています。他の場所においては、浮き橋を運んでいたトレーラーがウクライナ軍の攻撃によって破壊され、道端に放置されています。こちらの映像は、浮き橋をなんとか対岸まで渡し切ろうとしているところに、ウクライナ軍が攻撃を加え、ロシア軍の活動を阻止しているところです。ウクライナ軍の偵察ドローンが監視を続けている上に、衛星からの写真も随時更新されています。川に新しい構造物ができるとすぐに見つかってしまうため、なかなか補給路を確立することができないのが現状でしょう。セーム川南側においては、物資の補給に困ったロシア軍が焦点への略奪を繰り返しています。続いてウクライナ東部戦線、アウディーイカ戦域からロシア軍の攻勢が今もなお続いています。特にここ最近問題なのはその進軍速度が落ちておらず、占領地域が確実に広がっていることです。彼らが西へと進んでいく先、ポクロウシクに対する攻略戦が始まる危険性が高まっています。この町は、この地域における鉄道の結節点の町であり、ここを抑えられることによって、ウクライナ軍の補給網に大きな支障が発生してしまいます。現在、ウクライナ軍は、アウディーイーカ撤退以後において、がっちりとロシア軍を押しとどめるような戦線を形成することができず、後退するたびに簡易な陣地しかなく、持ちこたえることができず、そのままじわじわと後退し、また不十分な陣地のために持ちこたえられないといったことを繰り返すような状態になっています。戦争研究所はこのような状況に陥っている理由として、まず第一に戦力不足を指摘しています。ウクライナ軍はクルスク州にまとまった戦力を投入しており、東部戦線に対する予備戦力が不十分であり、ロシア軍をなかなか押しとどめることができていないと指摘しています。また、補充される兵士の質についても問題が指摘されています。ウクライナでは新しい兵士の補充も行われているのですが、これらの人たちは新兵ですから当然のようにベテラン兵のように臨機応変に戦えるわけではありません。激しい砲撃戦の中でストレス下にあると、あっという間に逃げ出してしまったり、ロシア兵が近づいているにもかかわらずこれに銃撃することができないといった問題点なども指摘されています。これはいつの時代でもそうなのですが、人が人を殺す戦争への順応というのは誰しも乗り越えるのは非常に難しいものなのです。現在ウクライナ国内においても東部戦線このロシア軍の攻勢が大きく問題視されており、ウクライナ軍がクルスク州で制圧した地域があることを帳消しにするような形での批判が高まっています。なお、ウクライナ軍の遠距離攻撃はロシアの戦略資源である石油やもしくは発電所などに対する攻撃を取り上げました。一方においてロシア軍も遠距離攻撃は繰り返しています。これは何も戦線の塹壕陣地などに対するものだけではなく、一般市民を狙った攻撃も繰り返し行われています。ロシア軍の大規模攻撃、死者8人、ウクライナ北東部ハルキウ州、ウクライナ北東部ハルキウ州で8月30日と31日にロシア軍の攻撃があり、民間人計8人が死亡、少なくとも100人以上が負傷した。ウクライナ当局によると、30日には首都ハルキウに誘導爆弾5発が投下され、6人が死亡、子供24人を含む少なくとも97人が負傷した。死者の中には公園で遊んでいた14歳の少女も含まれるという。31日にはさらに同州の村チェルカスカロボゾが攻撃を受け、2人が死亡、少なくとも10人が負傷した。ゼレンスキー大統領は30日の空爆を一般家庭と公園を狙った恐ろしい卑劣な攻撃と非難し、欧米の同盟国に改めて軍事支援の強化を要請。テロリストたちとその航空機を最も効率的に排除するには、ロシア軍機を基地にいる間に攻撃する必要があるとの考えを示した。今回ロシア側の発表によると、ウクライナ軍の放ったドローンの数は過去最大規模だそうです。
これはウクライナ側の研究開発生産している遠距離攻撃型のドローンの生産が軌道に乗りつつあることを示しています。このことそれ自体は良いことでしょう。今回攻撃の目標選定として首都モスクワ周辺に攻撃を広げたというのは純軍事的な意味だけではなく明らかに政治的な意図があると思われます。結局のところロシア国民の中で戦争が継続されることによって不利益を得る、こんな戦争をさっさとやめてほしいという声が高まらなければ、なかなかプーチン政権は侵略をやめようとはしないでしょう。戦場が自分から遠いどこか別の場所という感覚を持ち続けていたら、どうしてもそのような世論は湧き上がりにくいものです。少なくとも現在のプーチン政権は戦争反対といったことを国内で訴えれば、それを理由として刑務所に送るシステムが法律的にも警察的にもしっかりと整えられている状況なので、気軽に戦争反対も言えないような状態です。だからこそより多くの人たちに反戦の機運を高めるためには、大都市圏における人々の心を動揺させる必要があるでしょう。これまでウクライナ軍の遠距離攻撃は、まずは戦時経済を支えるお金の面で天然ガスや石油といったものに対する攻撃を行ってきました。それに加えて今回発電所を狙ったというのは直接的に市民の生活にも影響を及ぼすものです。ウクライナ軍のドローンは一撃必殺のような大きな爆発を起こすことはできないので、今回の攻撃で火力発電所が何ヶ月も止まるようなことはありません。しかし繰り返し攻撃を行うことによって悪影響を広げることはできるでしょう。欧米から供与された兵器類などはこのような作戦に用いることができないという規制がかけられています。ウクライナは以前から供与兵器のロシア本国領に対する攻撃に使わせてくれと要望を出しているわけですが、現在のところ良い返事はもらえない状態が続いているので、自力で何とかこれを成し遂げなければなりません。こういった遠距離攻撃を継続的に行うためにも、まずは地上戦でロシア軍を食い止めるための支援の増強は行うべきでしょう。バイデン大統領にしてみれば、イスラエル情勢の方に気が向いているかもしれませんが、ウクライナ情勢のことも忘れてほしくないものです。そして日本も適正国家であるロシアの国力を削ぐためにも、そして国際秩序を少しでも維持するためにも、ウクライナに対する軍事支援をぜひとも検討してほしいものです。というわけで今回の動画はここまで。最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録していない方はぜひともチャンネル登録して、これからも国際情勢についての情報更新をしていってください。そして動画を見合ったら評価ボタンのクリックとあなたの感想、コメントをよろしくお願いします。それでは次の動画でまたお目にかかりましょう。またね。